ついにこの時がやってきました。4年生に行われる内科、外科、産婦人科、小児科、この4科目になります。やべえ、どうしよう。もうやめたい。おい、どうした？やっぱやるしかないんだよ。ほんとやばい。落ちるなこれ。留年？いや違う、退学か。あー、好吧。僕が試験してやるぞで。長期間だな。どうなることやら。大家好、皆さんこんにちは、ボーフェです。今ちょうど病院実習から帰ってきたところになります。ついにこの時がやってきました。トンカオです。始まっちゃったか。トンカオってね、何なのかって話ですよね。これトンカオっていうのは4年生に行われる特定の4科目の試験になります。内科、外科、産婦人科、小児科、この4科目になります。4年生の試験は他にも精神病とか伝染病、神経とかいろいろあるんですけど、トンカオの4科目が非常に重い試験になってまして、どれぐらい重いかっていうと人によるんですけど、例えばこの4科目のうち3科目を落とすだけで退学になってしまうと。これ退学ですよ、冗談じゃない。留年じゃなくて退学。もうこれに受かっちゃえば卒業したと言っても過言ではないぐらい、それぐらい大きな試験だということがわかると思います。これまで実習とか授業で一通り知識を抑えてきたんですが、試験対策というとまだまだこれから先は試験対策モードとして膨大な量を徹底的に対策していくんですが、この先どんな地獄が待ち受けてるかと思うと怖くて逃げ出したい気持ちでいっぱいですが、そうも言ってられない。ひとまずは無事に生きて帰っていきましょう。 CBT、 それは全ての医学部生に立ちはだかる最初の試練。内科、外科、産婦人科、小児科の4科目を対象とした最終試験。各科目60分で70問を解く。さらに5問の英文問題が出題される。暗記力だけでなく瞬発的思考力、状況判断力など多様な能力が求められる。各科目の単位数は通常科目の数倍に上り、重要性は桁違い。再試、留年の恐怖だけでなく一発退学も珍しくない地獄の試験。Across the floor, heartbeat racing more and more, electric static burning near, something's coming, are you scared? 眠気覚ましにね、散歩がてら近くのカフェでコーヒー買ってきました。こうやって外を歩きながら太陽の光を浴びてるとリフレッシュされて、午前から頑張ろうって気になります。はい、今はですね、全体の流れを確認して、出題範囲とか実習で習ったことの復習をしたりしてました。で、今からなんですけど、試験合格の戦略を練るために実際の試験の問題の特徴を分析するということで、医師国家試験の問題を解いていきたいと思います。なんでこの医師国家試験の過去問を使うかと言いますと、このトンカオの過去問は漏洩が厳しく管理されていて、実際に入手することができないんですよ。なので難易度とか出題形式が近いこの医師国家試験の問題を解いて特徴を分析していきたいと思います。それではやっていきましょう。よっしゃ、お疲れ様でした。60分で70問解き切らなきゃいけないの結構時間なくて厳しいっすね。
結果は 37%。いやちょっと厳しいか。でも大体こんなもんでしょ。試験問題の傾向とかどういう聞かれ方するとかそういったのが分かったので、それでよしとしましょう。ここから問題文の特徴とか聞かれる分野の傾向を分析してどうやったら効率的な戦略を取れるかっていうのを考えていきたいと思います。ひとまずね、一旦昼食食べてカフェに向かいましょう。移動お疲れ。どこで何食おうかなこういうほら裏手がもはや家になってるみたいなさ、ザ中国みたいな感じでしょ。じゃあここにしようと思います。マジで誰もいない貸し切りなんですけど、いいですよね。これがね、中国の下町っていう感じで10元から20元ぐらいでいろんなもん食えますね。何食おうかな。シャーゴーとかうまそうだな。シャーゴーにしよう。シェシェ。ご飯が届きました。シャーゴーですね。美味しそう。煮込み料理って言えばいいんかな。うまい。腹減ってるから何でもうまいわ。ちょっとテラス席に座ってみました。なかなか雰囲気もいいですよね。緑もあって落ち着いてて。そういえばなんでカフェで勉強するのっていうのをね、コメント欄でいただいたんですが、部屋で勉強するよりカフェとか図書館の方が結構集中できるんですよね。なんでかっていうと、やっぱり部屋だと副交感神経が優位になってしまって結構リラックスモードになることが多いんで、外に出ることによって交感神経高めて不特定多数の目線がある中で一緒に作業するっていうのが僕には向いてるなと思ってますね。例えば学校帰ってきた後とかやっぱりどうしても疲れるじゃないですか。そういう時部屋にいるとだらってしがちじゃないですか。そういう時に帰ってきたそのまま外に出てカフェに行ったりしてその集中力を保つっていうのも一つの手だなっていうふうに思ってます。あとは単純におしゃれなカフェみたいな空間がすごい好きなので、こういう場所に来ることによってモチベーションもね上がるかなっていうふうに思います。試験の戦略を考えてたんですけど、現状としては問題演習アプリイカワンを使って勉強していきたいと思ってます。このイカワンってアプリはですね、中国の医学生なら全員使っていると言っても過言ではないぐらい超有名なアプリで、各問題ごとに解説も充実してますし、 X みたいにみんなでコメント書き合って、これはこうやって覚えるといいよとか重点はここだよみたいな感じで非常に便利なアプリなんですよ。実際この戦略なんですけど、やっぱり検証しないと不安は不安なんで、まずはね1単元 2,3 周して完成度を高めてから過去問の同じ範囲をやってみて、でどれぐらい点数が伸びたかっていうのをデータで検証してみてから、この戦略正しいかどうかを確かめてやっていきたいと思います。もしこの問題演習アプリを使って勉強していって、過去問の点数があまり伸びないっていう状況だったら、勉強法は間違ってるっていうふうに言えるので、そこはまたすぐに軌道修正して戦略練っていきたいと思います。こんな感じでやってるとゲームボック攻略みたいで楽しくなってきますよね。楽しんでやっていきましょう。楽しんだ方が人生強いんで。うまそう。いただきます。うまっ。ちょうどね編集に飽きたのでそのまま勉強に移行してました。これ僕個人的なおすすめの方法なんですけど、一つの作業に飽きたらそのままだらけたりする前に別のタスクに移動しちゃうっていう方法、これ結構おすすめです。もともとこの一つの作業に飽きてる状態なんで、別のタスクをすることによってそれ自体が新鮮に感じられて、また集中力が続きやすいっていう、こうやってね飽きたら SNS とかじゃなくて別のタスクに移動してっていうのも一つのテクニックかなっていうふうに思います。Funky Barbie, covered in pink and red. It's kind of funny. 実はね今何をしてるかと言いますと、カメラの準備をしています。これなんでかっていうと、試験が近づくにつれてこうやってカメラを回して喋るってことがどんどん難しくなってくるんですよ。だから試験後半になるにつれて撮影素材がやっぱり少なくなってくるんです。それを防ぐためにできるだけいろんな画角、ほらこういう画角とかこういう画角、ボタン1個押すだけで録画が開始できるみたいな状況を作っておけば、僕自身も撮影の負担がだいぶ減るので、そういった方法を編み出してみました。こういういろんなアングルにも挑戦ということで、いい Vlog を皆さんにお届けできるように頑張ってまいりますので、あとね天井にもね実はつけたいと思ってるんですけど、ちょっとそこは難しすぎるんで今挑戦中です。
あ、いいじゃん。あ、素晴らしい。うわ、怖っこれ。お疲れ様でした。今日もね夜まで頑張りました。さすがにこの試験期間ね結構トレーニングもできる期間が、特に試験直前とかはしてる暇ないぐらい追い込まれると思うんで、トレーニングどうしようかなって感じですね。部屋の中でできるよが一番いいんですけどね、いろいろ考えないとなって感じです。何話してんだ急に。まあ寝ようか。お疲れ様でした。今日もおやすみなさい。あー長期間だな。どうなることやら。おはようございます。最後のね撮影からだいたい1週間ぐらい経ちました。今はねだいたいどういう状況かと言いますと、毎朝7時ぐらいから午後5時ぐらいまで病院実習をしています。平日はねその後夜だいたい平均で2時間から5時間ぐらい勉強しています。YouTube とかね編集が入ったりすると勉強時間も少し少なくはなってしまうんですが、今日はね日曜日で朝からこうやって有意義に時間を使えるので勉強してまいりましょう。それではカフェに行ってきます。この本屋さん、本屋とカフェが一体化してるというか、めちゃくちゃおしゃれ、気分もはかどるし、何より静か。気分転換にねそこの席に来ました。もう一杯ねコーヒーを頼んで、もうちょっとだけ長居していきましょう。よし頑張ろう。 Are you still married to that dentist? Cut your teeth on plate pretend I'm all of it. Baptize your boredom in Chardonnay. 帰ろう帰ろう。おお Your 綺麗。 timeline's a 夕焼け。 mausoleum. 帰りましょう。 Lined with soft-spoken lies. No light left to see 'em, but at least you look alive. 夕飯はねマーラータンを頼みました。これマーラータン日本だと結構高いじゃないですか。たったの700円ぐらいで届くんですよ。すごくないですか？やっぱ企業努力が。こんな感じに具材もね全部選べるんですよ。で自分で具材選んでそれを頼んでこうやって届けてくれるっていう、これってなかなか日本になくないですか？いただきます。うまっ。ピリ辛がまたちょうどいいわ。卵中トロトロだ。ベリーグッド。美味しかったです。ごちそうさまでした。いやそうだから使うだけで勉強とか作業したくなるような、マジで今日のトゥードゥ終わんなかったみたいなあれをなくしたい。こう普段さスマホ見てるだけで勉強できるってマジで革命的じゃない？通知によって勉強できるし、この世の暗記アプリって結構課題だらけだと思うんだよ。よしじゃあお疲れ様です。お疲れ様でした。ミーティングが終わりました。で今ねアプリ開発をしてるんですよ。そのミーティングをしてました。この話をするのは多分この動画が初めてかな。実はね僕らアプリを開発してまして、しかも2つ開発してます。1つはですね作業管理タスク管理アプリで、もう1つが暗記カードアプリになります。軽く説明させてほしいんですけど、この作業管理アプリタスク管理アプリっていうのは勉強や作業のモチベーションを高めてくれるようなそんなアプリになっています。僕自身いろんなタスクアプリを使ってきてはいるんですけど、 UI とかデザインとか使い勝手とかなかなかしっくりくるものがなくて、それならいっそのこと作っちゃえばいいじゃんってことで、最近アプリ開発の勉強を始めた後輩くんと一緒にタッグを組みながらアプリを進めてます。で2つ目の暗記カードアプリなんですけど、まだ名前決まってません。こちら暗記カードアプリです。
カッコ仮で、これただの暗記カードアプリじゃなくて問題が通知で届くような暗記カードアプリになってるんです。スマホを触ってる時に通知が届いて、その問題から自然に勉強に入れるっていう。これなんでそう思いついたかっていうと、やっぱりスマホって日常の生活の一部になってるじゃないですか。もはや体の一部、敵とみなして完全にシャットアウトするんじゃなくて、味方にしてそっから勉強に入れるようにしてやろうっていう風なアイデアがこのアプリのスタートとなりました。皆さんのね、手元に届く頃にはどんなアプリになってるかわからないんですけども、いつか届けられるといいなって思ってます。よいしょ。気持ちいい。3点倒立すると脳の血流が増えて3点倒立すると脳の血流が増えて集中力の維持効果があるみたいんであって、最近休憩中たまにやってます。もう1セットやっとくか。あとね、勉強の合間にトレーニングとか有酸素をするだけで勉強の効率も上がると思うんで、最近筋トレグッズを買いました。腹筋ローラーですね。やっぱ勉強の合間は SNS とか見るんじゃなくてトレーニングもしたら一石二鳥じゃないですか。早速やっていく。はい、お疲れ様でした。今ね、もう11時を回ってるんですけれども、いや試験はね近いんですけど、相変わらず朝から病院がね7時から5時ぐらいまであって、7時に病院に行くためには6時半とかに起きなきゃいけないと、さすがにそろそろ寝ないとね睡眠時間もしっかり取れないので、病院実習ねしっかり時間拘束で取られるのがしんどいっすよね。その分集中してできるときはこうやっていきましょう。実際病院実習もやっぱり僕は学生なんで、臨床の現場に立つということはそんなできなくて、見てるだけだったりとか待機の時間とかもあったりしますよね。そういう時は時間ももったいないんで、この演習アプリ以下を版で問題解いたりとかしてるんですけど、それにしてもがっつり集中してやれるっていうのはやっぱりね、こういう部屋だったりカフェだったり外だったりするんで、土日はしっかり有意義に使っていきたいですね。そんな感じですかね。こうやって有意義な土日を送れました。お疲れ様でした。寝ましょう。明日も実習だ。おやすみなさい。疲れた。よいしょ。やべえ、どうしよう。おい、どうした？やっぱやるしかないんだよ。僕が試験してやるぞ。落ちるなこれ。大学か。不好吧？大学